こんにちは、かなです。今日は文法をやります。前回の続きの形容詞の活用をやります。その前に復習をちょっとだけやっておきます。名詞。名詞ってどんなものか覚えてますか？ほとんどが物の名前だったり人の名前だったりに使います。それにはとかがをつけて主体にできる。はとかがをつけて私はとか私がとか主体にすることができます。主体は主語と考えてもらってもいいです。ただ一応主語とはしておきますが、日本語は主体と呼ぶので、できれば主体で覚えてください。では動詞はどういうものか覚えてますか？動詞は主に動きを表す言葉が多いです。そして特徴としては最後がうで終わる。動詞の特徴としては最後がうで終わります。では形容詞。形容詞は覚えてますか？形容詞は物の様子や状態と人の感情などを表すときに使います。形容詞の特徴としては、異形容詞であれば異形であればいで終わる。な形容詞はだとかですで終わる。この3つの見分け方。名詞ははとかをつけて主体にすることができる。動詞は最後がうで終わる。形容詞は異形容詞はいで終わる。な形容詞はだとかですで終わる。これ覚えてますか？前回は動詞と形容詞の見分け方、このうがつくかつかないかで見分け方をやりました。今日は名詞と形容詞の見分け方も少しやっておきたいと思います。消します。例えばここにリンゴという言葉があります。食べるリンゴ。これにだとかですをつけると、リンゴだ、リンゴです。これはだやですがつきます。つきましたね今。これ形容詞ですか？ちょっと考えてください。もう一つ、ここに私という言葉があります。自分のこと、私。これにだをつけたりですをつけることもできますよね。私だ、私ですというふうに使うことができます。これは形容詞でしょうか？こうなると、あれどっちだったかなって思うことがあります。これを見分ける方法があります。ここのリンゴの後ろに名詞をつけてみてください。何か例えばリンゴの花。リンゴの花は
可愛らしい白い花ですよね。後ろのリンゴの後ろに名詞をつけようと思ったら、例えば私は、私の方に名詞でも何でもいいです。私の本ですとかペンですとかでもいいです。何でもいいので何か名詞をつけてみてください。そうするとここにリンゴの私ののが現れてきます。こののが現れると名詞です。私は名詞、リンゴも名詞という確定されます。では例えばもう一つ、素敵、素敵とか静か、ここにだとかです、素敵だとか素敵ですね、静かだ、静かですということができます。これは名詞でしょうか、形容詞でしょうか。さっきと同じように素敵の後ろに名詞を入れてみましょう。素敵、例えば服、素敵な服。下は静かに入れてみましょう。静かな街、静かな街ですね。ここで2つに共通したのがな、素敵な服のな、静かな街のな、これなが出てくると、ながつくとな形容詞になります。なので素敵とか静かはな形容詞ということを見分けることができます。ここに例えばのをつけて素敵の服、ちょっと日本語としてはおかしいですよね。っていうか通じないです。静かの街、そんな日本語ないです。のを入れてみても多分聞いたことがないので、あれなんか違う、しっくりこないという変な感じになると思います。こっちになを入れたとしたら、私な本、おかしいですね。りんごな花、これも日本語としては通じません。なのでのが入るときは名詞、前が名詞、なが入るときは前がな形容詞と覚えておいてください。この何が入るかわからないとか、日本語として通じるのか通じないのかがわからないというときは、日本の映画を見たり、日本の本を読んだり、日本語の文をたくさん読むと違和感が出てくると思います。また日本語能力試験を受ける方はこの方法を覚えておくといいと思います。ではでは、今のは単語でしたが文で考えてみたいと思います。このプレゼントは特別だ。では文で考えてみましょう。どこを考えるかというと、特別、特別だ、これは形容詞か名詞なのか。特別の後ろに名詞を入れてみましょう。例えばこれは特別
特別なの後ろにプレゼントを持ってきました。するとなが出てくるので、これはこの特別はな形容詞です。それではもう一つ。彼が自殺した理由は謎だ。この謎だのところがだで終わってます。この謎は形容詞なのでしょうか、名詞なのでしょうか。じゃあ謎の後ろに名詞を入れてみましょう。謎の理由で彼は文としては謎の理由で彼は自殺したというのが成り立ちます。謎の後ろ理由を入れてみるとのが来ました。のが来たときは名詞です。謎という名詞が使われています。このように単語でも文でもここが名詞なのか形容詞なのかわからないときは後ろに名詞を入れて文を作ってみてください。ただしここにも例外があります。例外。平和。平和という単語はよく聞くと思います。漢字にするとこの平和です。平和。平和でちょっと文を作ります。日本は平和だ。この平和だのところ、これって名詞なのかな、な形容詞なのかな、ちょっとわからないので名詞を入れてみます。すると平和な日本というふうな文ができます。ここがなが来るので、この平和だはな形容詞ということになります。もう一つ平和で文を作ります。鳩わかりますよね。鳩、町に飛んで鳩、鳥の鳩です。鳩のシンボルは平和だ。同じように平和だという言葉を使ってみました。この平和にの後ろにこの後ろに名詞が来るように作り変えてみると、平和のシンボル、平和のシンボルは鳩ですというふうな
文を作ることができます。ここの平和だは入れ替えるとのが現れるので、ここは名詞です。この平和は名詞、この平和はな形容詞。文の意味によって文脈と言います。文の意味、文が表す意味によってこの単語が名詞にもなり形容詞にもなるという特性を持ってます。この平和はここではな形容詞、ここでは名詞というふうに使われる文によって名詞だったりな形容詞だったり、同じ言葉なのにどっちにも使えるという言葉がいくつか存在します。どういうものがあるかというと、元気とか自由、親切、幸せ、ケチ、健康、健康、元気とか自由とか親切、幸せ、ケチ、健康、この平和などは文脈によってどっちにも使われることがあるので、ちょっと頭に入れておくといいと思います。ここまでは名詞と形容詞の見分け方になります。では次、活用に行きます。一形と一形容詞、な形容詞、どんな活用があるのか。今日は現在と過去と否定についての活用をやります。例えば一形容詞だと面白い、な形容詞は元気。これは現在、今ですね。現在。現在の否定になると、面白くない、元気じゃない、これは否定。一形容詞の方はくないが少し、な形容詞の方はじゃない。じゃあ過去は、過去はもう過ぎたこと、過去だと、面白かったと、元気だったになります。ここ勝ったとだった、過去の否定になると、面白くなかった、元気じゃなかった、なかったくなかった、じゃなかった、勝ったというのが過去。くないが否定だから、否定の過去の否定は面白くなかった、元気じゃなかった。ここ
ではなかったという言い方もできます。元気ではなかったは面白くはなかったです。丁寧に言うと面白くはなかったですとか元気ではなかったですということができます。ここ否定のところにここも面白くはないですとか元気ではないですのように丁寧に言うこともできます。形容詞の否定の特徴はを入れることができる。ここもここも動詞を否定するときはを入れることができません。ここ入れることができるのは形容詞だけです。面白くなかった、あってもなくても話は通じます。なのであるからなんか違うとかじゃなくて、たまたま形容詞なので入れることができると思ってください。面白くなかったですでもいいし、面白くはなかったですでもどちらでもいいです。この現在過去否定の活用も例外があります。例外いいという言葉があります。その服いいね、その髪いいねのいいです。いいは現在がこの順番でいきます。現在はいい否定になると良くない、全く言葉が変わります。そして過去になると良かった、過去の否定は良くなかった、丁寧だとですつけてもいいし、良くなかったです。いいと使われるのは現在だけで、他は言葉が変わります。良くなかった、良かった、良くなかった、変わっちゃいます。いいについてはこういうふうに使うんだと覚えておいてください。この他にも形容詞にも動詞のような活用があります。それはここでやるとすごく混乱すると思うので、この後例文を使いながら少しずつ紹介していきたいと思います。この活用もまた文として少しずつ動画でやっていきます。復習しながら進みながら、復習しながら進みながら、そして最後にはみんなで日本語が使えるようになるといいですね。今日はここまで。またね。